今日は秋、冬、春と頑張って花を咲かせてくれたビオラさんとか、あと北庭のチューリップさんももうね、夏に向けてのお花に入れ替えなきゃいけないので、かわいそうだけれども、それをカットしてお家の中で花を飾って楽しみたいと思います。まだまだね、もりもりなんですよ。いろんなものが芽吹いてきて、ね、お庭全体のこう植物の量がすごく増えちゃって、なのでもうお部屋で楽しみたいと思います。ねえ、可愛いけどザクザク切りますね。一株が本当に大きくなってくれてて、ね、ちょっとこんな風にね、束ねて一株、これね、3株でこんなに大きかったのね。ね、これだけでも可愛い。はい。可愛いですが、おしまいです。ね、この子たちを後からまた可愛くしてお部屋に飾りますけど、まあこれだけでも可愛いので花瓶の中につけときますね。まあ、とりあえずつけとくだけをします。よいしょ。ちょっと窮屈だけど、後からまた可愛くします。完全に終わってる子だけをパッと見て、取れるようだったら取っときますね。花柄を。さっきのはいっぱいやりすぎて分かりづらかったから、土は再利用できたらいいなと思うので、全部捨てたりはしません。根のとこだけを処分したいと思います。整理をします。はい、入れてください。よいしょ。ちょっとお水かいてきますね。このまま飾ったら葉っぱがね、水にいっぱい浸かってるから腐りやすいし、ね、菌が湧きやすいので、ちゃんと手入れをしてそれから束ねます。ね、さっきバサッと切った子ね、この子ね、もう枯れてる、終わってる子はまずもちろん取るんだけど、水に浸かる部分を丁寧に葉っぱを抜けてあげます。もうその一手間が大事です。まだまだ長くね、この子に咲いていてほしいので、ここを丁寧に丁寧にします。ね。長さがいろいろ違ってたら、こう、長さ別に置いていってもいいですね。長さ別に置きますね。そう、中にはさっき取ったこんなね、花も咲いてない子も入ってますから、そっと取ってあげて、もう将来性がないつぼみさんとお花さんだけにします。将来性のない感じの子は取り除きます。でね、もう終わりだから抜けますね。ちょっと歪んでる子は別にしときます。なぜかというと、フラワーシャンデリアにこう入れると
可愛くぶら下がってくれるので、この子の歪んでる子はフラワーシャンデリア用に取っておきます。じゃあこの可愛いガラスの器に入れたいです。このね、トレイがやっぱりね、花瓶を置くときには下にトレイがあるとグルーピングしておいても素敵なんですね。で、これは、デンマークの品です。鏡が入ってるので、とてもこうキラキラとしてガラスがすごい素敵に見えます。クリスマスの時にもね、すごい活躍するので、ぜひ1枚ね、持ってたらいいです。で、この花瓶も今、私がおすすめしている花瓶で、実はこの花瓶のデザインとよく似たものを15年ほど前にイギリスのピーターシャムナーセリーで買い求めて帰ったんですね。で、それはもうこれより少し小ぶりだったので、お花を入れると不安定で、私のトイレの棚にこう可愛く飾ってるんですけれども、ちょっと大きくなって、で、安定感があるデザインで生まれ変わったものを見つけたので、今日はこれに入れたいと思います。はい。じゃあもうさっき、もう本当に無造作でいいんじゃないかなと思うので、さっき取った子をちょっと無造作に束ねたいと思います。決まりなんてないかなと思いますよ。もう可愛いこれで。コツは上から見てまん丸になってること、ここも丸くなってること、それがコツです。はい。で、下は切り揃えます。で、ちょっと下の方についてた葉っぱが残ってたら取りましょう。はい。じゃあ、この子を、よいしょ。小さい子の中に入れてみようかな。ちょっと水が足りてないから後から水出します。さあ、あと2つ作ります。これはもうここにドボーンと入れて、このまま軽やかに。こういうこう丸くて口も広いけど下がこう広い方。口がね狭いと入れづらいのね、たくさん入れられないので。で、広くてなおかつ下が寸胴よりは広がってる方がふわーっと入ります。直線しか入らないのと、こう斜めにね、茎が遠くまで行ける方が空気感があって、ふわーって入ります。だからこの花瓶はね、一つあるとブーケにはもうとっても役に立ちます。お庭で咲いたお花をお部屋で楽しむために、やっぱり可愛い花瓶があったら、もっと暮らしが楽しくなります。私セレクトしたものをですね、ガーデンズのオンラインショップでも販売しておりますので、ぜひご覧ください。
本当にこれは1個持つともうね、多分過去の私の YouTube にもよく出てきてたと思います。この子はお花が入ってない時にもとっても可愛いのでおすすめです。もちろんトレイもグルーピングっていうのね、いくつかの花瓶を並べて飾る場合、テーブルの真ん中とかがいいですね。その場合には何かトレイに入れた方がいいのね。はい。これはもうね、北欧の人がみんなこの鏡でやってます。あとは、これは手に入りやすい価格帯で出ます。例えばこの子もですね、この上に乗せるとほら、ね、素敵になるでしょ。日本の生け花も何か下に敷物があったり、漆の台があったり、いろいろしてるじゃないですか。そんな感じね、花瓶を直接テーブルの上とか家具の上に置くんじゃなくて、何か一つ下に布でも構いません。何か敷いてあげると、とってもまた素敵に見えます。そういう使い方がおすすめです。北庭で長いことお世話になった球根を抜いたんですけれども、まだ飾れそうなチューリップを今から飾ろうと思います。ねえ、多分今年の球根じゃないのね。さっきみたいに抜くときにポキポキって言って上だけしか取れなかった子が次の年に咲いたらこんな風になるのね。これはこれでなんか私はいつも素敵だなと思うんです。ねえ、球根を見せたいぐらい。ちょっと水の中に全部つけていきますね。ねえ、この中からちょうど出てきた感じも可愛い。こんな風に投げ入れてもいいんじゃないかなって思います。可愛いんだもん。その子が可愛くて。ね、もう無造作にやってもいいですね、この子たちは。ナチュラルこの方が。ね、こうやってこの子たちも最後までお部屋で楽しませてもらおうと思います。はい、今日はもう手入れが途中になっちゃったんだけれども、夕方が来てしまいました。もう昼間は暑くて出れなくてお客様がいっぱいで、とにかくね、庭の手入れどころじゃなかったんですけども、またこの続きは明日少し、また残ったら明日って少しということで、ちょっと明日は早起きしようかな。そんな風にも一度にはできなくてもいいなって思ってて、また次をどうしようかなっていう、準備ができてないので、だからゆっくり、庭の手入れをして、で、6月には、綺麗になるように少し、宿根草を足したりしていきたいと思っています。